ケドリです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はですね、1号物件のお風呂の総集編でございます。昔の動画ね、まだ見てない方、これで全部ね、分かっちゃいます。このお風呂はですね、タイルで覆われてて、まあとにかく狭いんですよ。なのでね、これをぶっ壊して、このお風呂リクシルの1100ってサイズですね、こちらを入れてまいります。それでは行ってみましょう。はい、ということでちょっと休憩ですねまあね、このタイルがやっぱりタガネだとなんていうのかな、こうパンってね弾けちゃうんですよ。だから避けながらねやるとね、なかなかこう進まなくてですね。で、この割れたところなんかね、段ボールみたいなのが入ってたんですよね、中に。これは通常こんなもんなのかちょっとよくわかんないですけどね。こんな感じです。で、裏側がこれで、なんか段ボールみたいなねやつがずっとこう貼り付けてあったですね。はい、ということで引き続きどうぞ。
どうですかね、いい感じじゃないですこれ。ちょっとね、ちょっと隙間が大きかったのでスポンジテープをねちょっと置いてますね。ここの上にちょっとモルタルでまた固めようかなと思ってます。で、まずはねこう排水チェックですよね。水をちょっと流してみますね。これがスーッと消えてくれるともう本固定してもいいかなと思いますね。どうでしょう。いいですね、完璧ですね。はい、ということで次行ってみましょう。タイムラプスだとねさすがにちょっと細かくは分からないんでね、加工するところをね少しご説明しますね。まずは、1枚ものがだいたいこのぐらい、コンパネなんかと同じぐらいのサイズですかね。で寸法をまず測りまして、印をねつけていきます。であとはそのラインに沿って、カッターでね切っていくんですが、だいたいどんくらいかな、5、6回4、5回ぐらいさーっとこうカッターの刃を入れてあげると、パキンとね割れてくれるんですよね。でこれが切り方が中途半端だと角がねなんかずれるんですよなんかね作りとしてはこのアルミの板で発泡スチロールみたいなああいうこうなんだかな、そういう素材
が間に挟まってるような感じのやつなんですよ。だから表だけ切れても裏は切れてなかったりするんですよね。なのでこんな感じでね、パキンとこう、強引にいけば割れるんですけど、少し割れ目が汚くなったりとかするんですよね。なのでパキンといかなかった時は追加で今みたいな感じでね、カッターの刃で切ってあげます。で断面をですね少し調整しないといけない時は、このカッターコーナーカッターってなんて言うんだっけな、石膏ボードとか面取りなんかをねするようなカンナのやつですよね。あれで十分なんかできましたね。私はあれでしました。はい、それではね早速貼る準備ですね。形ができたら、まず両面テープを、数箇所貼ります。これは、基本はシリコンで固定をするんですが、固まるまでちょっと不安定になるんですよね。だからこの両面テープで、仮固定をしている間に、このシリコンちゃんがね固まってくれるっていう感じですよね。なので中途半端に貼ってると途中で剥げてきたりとかねするといけないので、ある程度全面に、均等になるような感じで両面テープを貼って、でこんな感じでシリコンをべっとりと、今回白い壁の部分、タイルの上の部分ですね、ガザガザの部分、あれがここのお風呂はねすごい凹凸が深いっていうか、彫りが深いっていうのかな、なんていうのかな、ブツブツがでかいんですよ。ちっちゃいブツブツじゃないんですよね。分かってくれますかねこれねなのでシリコンを中途半端に少ない感じにしてると、しっかりね奥までたどり着かないというかですね、シリコンが大丈夫かな、俺の説明わかるかな。ちょっとねなんて言って説明していいか分かんなくなっちゃってるんですけど、これ今やってるのが、シリコンが少しね普通の量ですよね。普通の量ぐらいで、試しにこうやってこうやってます今で。ほらすぐ落ちてくるんですよね。なので、結構な量ですね。もう倍ぐらいの量ですかね。高さが出るようにわざと、塗ってですね、で強引にこうギュッと押し込んで、圧着するっていう感じですね。でここは今やってるところは天井なので、どうしてもね落ちてくるかもなっていうのがなんかちょっと心配だったので、すっごいあの手この手でねとりあえずシリコンが固まるまではなんとかそこにいてくれよっていう感じでね、押さえ棒をねちょっとやってますね。こんな感じですはい、こいつもねほんと大活躍ですよね。でこうやって棒でしっかりとね押さえて乾くまで、だいたいどのぐらい放置してたかな、半日ぐらい俺を置いてたですかね。多分1時間2時間で乾くんだろうって思うんですけどね。で次のところも同じようにですね支えを入れて、きちんとしっかり密着する状態でまた乾くまで放置ですね。で天井が乾くまでに次のパネルですね、今度は換気扇のところをやっていきます。ここはあらかた先に形を作って、天井のこの板がですね、仮にですけど多分落ちてはこないんでしょうけど、もしも落ちてきてもいいように、落ちてこないようにするためにもうギッチギチにここのパネルは作りましたね。ちょうど窓の3のところに
のぐらいかな、ちょうどこのアルミ複合板の厚さぐらいの出っ張りがあるんですよ。なのでそこに引っ掛けてしっかりと天井の板も押さえ込むような形でね、こんな感じですね。で作りました。なので、仮に天井が剥げても下に落ちてくることはまずないですよね。これを横の部分とかね、全部にパネル貼るときにね、サイズギッチギチにして、押さえ込むような形で固定をねしました。なので天井をやっぱり先にするっていうのはいいのかなと思いますね。で出来上がったのがこんな感じでございます。角のところはシリコンで、埋めて、隙間を埋めて、平らなところはジョイナーですね。ジョイナーを使いました。はい、こんな感じですね。見違えますよね、ほんとね。びっくり、自分でやっててね、自分でびっくりしてましたね。はい、こんな感じでございます。めちゃめちゃ明るいですね。ここまで来れば次は床ですね。もう床はね、もう簡単なもんですよ。ほんと壁に比べればカッターでちゃちゃっと形を作ってね、大きさ測って、であとは、ボンドの代わりにもうシリコンをね使いました。いっぱい余ってたので、シリコンをねたっぷりつけてボンド代わりに使いました。さあこんなんだったんですよ、もともと。これ俺はこの風呂にはまず入れないですね、サイズ的に。でこんななりました。横はね、これコメリでね、コメリだったっけ、ニトリでね、三角コーナーのやつ買ってきましたね。と換気扇と照明は新品と、給湯器の方はガス屋さんにねつけてもらいましたね。とシングルレバーの混合線。はい、ということで今回はお風呂の改装のですね総集編ということでお届けしました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録まだの方はね、もしよかったらよろしくお願いします。グッドボタンもね押していただけると非常に嬉しいです。セカンドチャンネルもねやってますので、よかったら覗いてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。